こんちは。久々にこのシリーズやりますね。今回はハンマーで140ラーを買っていきます。発掘は持ってないので、まず武器製作から、作るのは TA で熱いらしい例の雲武器です。こちら、ネルシトロレイドだ。ハンマーは毒のスキュラ武器がないから、ツリーは1本。性能は睡眠と切れ味ゲージが優秀なのが特徴。あと会心も 35% とかなり高めだね。会心 35% は生産ハンマーで上から3番目。素の期待値を 8.75% 底上げします。ただし、倍率は240とかなり低め。上位発掘の最高倍率レベルです。極限強化をしても260止まりだ。本当にこれ強いのかな。だが驚くべきことに、ギルクエ TA での採用率は高い。攻撃力以外の要素が評価されてるんだろうけど。それを今回検証してみるって感じですね。果たしてどうなるか。じゃ、ラージャン140を受注していく。こいつと打撃の相性の悪さは有名だと思うね。腕、足、尻尾の肉質が40なんですよね。これが致命的。斬撃はそれぞれ45、50通ります。ちょうど弱特適用の境なんですよね。言うまでもなく弱特は汎用火力スキルの代表例。これが機能しづらいんだよな。一応、銅は斬撃より柔らかく50通るが、そもそもラーの銅は殴りづらいしな。ということでスキルは真打ちと挑戦者を積んでます。TA だと弱特でバリバリ頭を殴ってるんですが。あれにはとんでもない連の土地系の補助が必要。少なくとも今の我々にはとても再現しきれん。その代わりに回避性能1を積んでいる。これが今回の鍵となるだろう。で、石は対象と続撃にしてきました。対象の方は効果時間重視です。続撃のチョイスは TA リスペクト。どうやらこれが極限解除に重要みたいです。猫飯で特殊攻撃術まで積んでるからね。睡眠で切れ味維持と解除値の蓄積を狙うぞ。ハンマーは回転攻撃によって意外に手数が出る。属性値370もあれば割と寝かせるのは簡単だ。普通にやってれば解除前に寝ます。これがこの装備の狙いですね。寝かせましたらホームランで起こします。切れ足が落ちてたら研いでから。そして起き上がりにも攻撃を重ねられる。最初の 2,3 回くらいは結構解除が進むね。転倒時は右前足に斜めから縦3。横振り指導の方が頭にダメージ入るっぽい。やっぱり TA を真面目に見ておくのは重要ですね。こういうセットプレイはすぐ真似できます。特にこういう普段やらない組み合わせは、一からだと根本的な立ち回りもわかりません。実は、この前に TA 見ずに1回やってるんだけど、まあ準備不足が露骨に出たよね。そっちでもクリアはできたけど、とても動画にできなかった。立ち回りと装備を見直して今回臨んでるよ。テイク1では弱特を入れ回避性能がありませんでした。無理だったら補助スキルを入れる方向でして。が、案の定弱特を入れたことで立ち回りが不安定に、無理に頭を殴っての被弾が目立ちましたね。今の腕では回避性能の方が手数が増えるね。頭と腹に固執しなくていいのもでかい。性能なしは崖上指導のクエじゃないと厳しそうだった。どうしても遠くに移動しちゃうからね。根本の相性がよくありませんからね。クエにより柔軟に備えたいものです。特に今回はど根性を詰めてませんので、削りを回避性能で避けられるのが嬉しいです。バックジャンプの削りもかなり痛いからね。回復までしてるといよいよ時間が足りん。基本的には抜刀して張り付く立ち回りだ。そもそもハンマーの抜刀攻撃はクソ弱いからな。縦3とため、どちらも火力を出すのに時間がかかります。意図しない怒り以降を誘発したりもするし。3連ローリングも性能なしだと安定しませんでした。ノウトウするのも不安定だし。普通の抜刀移動だと3発目に追いつかれるんだよな。位置が良ければ当たらないんだろうが。ハンマーにとってもローリングは攻撃チャンス。股の間から縦3が入るぞ。体が押されて自動的に腹下に潜り込めますね。銅にホームランが当たりやすいです。弱特なしなんでそこまで固執する必要ないですが、そもそも柔らかい部位を狙うべきですからね。そんなこんなで通常時なら割といけるんだよね。肉質以外、他武器に劣っている感じもしない。火力がない武器にとって問題は後半なんだよな。最極限が早まってからが地獄だ。これはスラークでもそうでしたね。最初の2回までは手応えがあるんですが、解除するのにかなり苦労する割に解除時間が短くて困ります。ネルシト君には睡眠があるけど、これがどう影響するかな。あ、最初の最極が来たね。砥石使いたいな。今回の装備、技物入れる隙がありませんでした。これ以上火力削れないので。なんなら我々が見た TA でも積んでませんでしたね。睡眠やらでキープする前提なのでしょう。ここまででまだ1回しか睡眠取れてないな。ベース的にはもうちょい頑張らんといかんね。続撃が切れたらそもそも入りませんしね。うまく手数を出したいところ。ブレス中に腹に回転当てるのが一番蓄積できます。ホームランを銅に当てやすいのがいいですね。スティックを尻尾に向けて入れる感じだね。すくい上げるようにぶったたこう。しかし全然寝ないな。
こりゃこの石で寝かせるのは難しそうだ。対処があるので効果時間には余裕があります。焦らずに解除していきましょう。結局、解除には石2個必要だったわ。さすがに人生2回目の挑戦ではあかんか。解除の仕方は派手で気分良かったんですが、明確なチャンス以外がうまくいきませんね。おそらくこの解除中に睡眠が来るでしょう。ちょっともったいないです。こういうエリチェンを重ねられるとさらにロスになるな。解除時間、交戦中だけのカウントにならんかね。そういえば、ワイルズ中には結局極限は来なかったね。マジオスでアップで一段落だってさ。そもそも恐竜化自体がくっそ影薄かったですからね。MR で極限が来るかも怪しいです。ただまあ、アーティアが継続するかも怪しいので、コンテンツ増強の手段としてくるかもですね。マジオスのコンテンツはどれくらい遊べるかな。アーティアと5隻では70時間くらいは持ったんだけど、どうも装備を集めるだけってのは続かん。星9の連中も確かに強くてやりがいはあるんだが、もう一丁難易度上げてほしいんですよね。MR では 4G の開発を思い出していただきたいところ。それはそれでまたなんやかんや言われるでしょうが、それも必要経費だと思います。ここまでコンテンツが続いて広がっちゃうとね、何やっても賛否両論来るだろうな。ワイルズの評価は必要以上にやらされてる感が強い。次をどうしてくるかはかなり気になるな。よしあしを抜きにしてずっと加熱感ありましたよね。火種を与えたのは間違いなくワイルズですが、この辺は別途動画にしてみたいと思ってます。4G 勢から見たワイルズみたいな。タイトルアップデート読んで公式的にはワイルズ完成だろうしな。タイミングとしては良さそうだよね。おそらく昔からやりたかったのがワイルズだろうし、4G の系譜の最新作だからね。我々もリアタイしてきてますからね。その辺まとめてみたさあります。さて、雑談してたら2度目の睡眠が入りましたよ。しっかり頭にホームランを入れます。多分だけど、もう最極限の寸前だろうね。起きたら極限になる匂いがプンプンする。それにしても、投機効果だと頭狙うのむずいな。おとなしく後ろ足行けばよかったよ。TA では器用に頭狙えてましたね。ほんとハンマー TA は芸術的ですよ。はい、点灯で少し伸びましたが案の定極限です。ここから極限の時間が長く苦しくなってきます。エリチェンで一息つけたのは良かったかな。じゃ、ここから気合い入れていこう。最極3回目はまあまあといったところ、まだ耐えてるかな。石は2個で解除できましたね。ナチュラルに睡眠が足りてませんが。さあ、そしてこのエリアは解除してからも油断は禁物。例のクソ虫くんが出てきますよ。あの虫がこのクエスト唯一の難点だ。ためを転がりで解除するのをやめろ。ただ、斬撃よりはまだマシかな。打撃は昆虫の殻に弾かれないからね。確かに事故を減らせるのはいいところですね。斬撃に対し完全に上回るところです。そしてラージャンも投機効果中。後ろ足を殴るチャンスですよ。効果中の後ろ足はさすがに打撃でも柔らかくなる。48だからバッチリ弱得が適用だ。まあ、今は発動してないし、そもそも残より硬いけどね。斬撃は55だから 15% くらい差があるのか。常に火力 15% 減って考えるとひどいですよね。外進率 60% くらいの差があるということです。オンラインでハンマーがいなかった理由がこれです。根本的に不利を背負ってるんですよね。それでいて、足腰弱々かつ味方吹っ飛ばすしな。極限ダートスタンの相性は最悪だし。当時、オンラインでは本当にハンマー見なかった。カジュアルな Z 順レアですらいなかったよね。Z 順といっても大体ラーが絡んでましたしね。汎用性が低すぎて担げないんですよね。一応、古竜ならまだ居場所がありましたけど、頭狙いなら体験でいいですし。居合体験はマルチとも相性いいしね。マジで居場所がどこにもないんだよな。せめて干渉がこの時代にあれば、属性で遊ぶくらいは許されたんだろうけど。長らく吹き飛ばしは様式美見たくなってました。冬の時代はしばらく続きます。付き合ってると良さも見えてくるんだけどね。意外なモンスと相性良かったり。やっぱり根本の火力や足元の貧弱さが響く。とてもじゃないが強武器とは呼べんな。せめてため中に SA やったら、ちょっと変わってたかも。おっと、もう3回目の最極限ですか。1分40秒くらいしか通常状態がなかったですけど。あれ、解除時間って15秒単位じゃなかったっけ？めちゃくちゃ短く感じるぞ。この辺から140ソロはかなり厳しくなる。軽くない武器種の宿命だ。今は10分張りですけど、果たして何分で終わるんでしょうか。さあ、15分張りになってるぞ。これで多分3回目の睡眠かな。ちなみに、睡眠中も普通に最極までの時間減ってます。マジで容赦ない仕様です。通常時の睡眠は小型による妨害も怖い。周りのブナハがこれ以上なく不穏ですよ。こいつ、モンスが寝ると近づいてくるイメージあるわ。多分こっちの動きが止まるせいなんだけど。そのせいか狙ったように睡眠中に攻撃してくる。小型おもんなけせ。そのトレンドナッツ。
もうライツ発売から4年半以上経ちますか。そういえばラージャン君もサンブレが最後ですね。ドドブライルシワイルズ MR にも来てほしいです。マジで極限だとまた戦える可能性あるよね。令和のハンターにもたくさん狩られるんだろうか。あとはテオシャガルまで来れば完璧。またギルクへ復活させよう。その勢いで発掘武器も来たりして、そうなれば現代版 4G じゃないですか。割と現実味あるのが面白いです。開発的にも同じ系譜でしょうし。ワイルズって基礎の狩猟部分は普通に面白いからな。あとはバランスとやり込みだけ欲しい。12月でチャークも色々高速化するらしいし、強いチャークで周回できたらいいな。色々と希望が持てていいですね。妄想している今が一番楽しいかも。今はとりあえず 4G のラージャン君を超えましょう。ハンマーで140いければ何でもできそうです。対ラーで理論値一番弱いのどれなんだろうね。とりあえずランスガンスにタイム負けてるのは確認した。個人的にはスラークがかなり怪しいと思ってる。140ラーですら TA が見当たらん。ラーソロって一番 TA 人口多いと思いますが、それすらないのは相当ですね。はい、そんなこんなで何度目かの極限。すでに解除時間は1分30秒しかありません。こんだけ苦労して1分半って、もういよいよきついぜ。嘘でしょ。終わりの瞬間は突然に、18分ほど戦って移ってしまいました。今のも大概ひどいやられ方でしたね。ランダム方向の攻撃がクリーンヒットしました。対象の前だから耐えきれんかったか。ど根性をつけてくるべきだったわ。直前で飲んだ競争がこれで無駄に、この時間のオツはテンション下がんな。感触的には悪くなかったんですけどね。あとどれくらいかかるか見当つきません。極限が長引くとこれも厄介なんですよね。単純に死んでロする危険性が上がっていきます。攻撃は最大の防御なんて言うけど、モンハンって全部そんな感じだよね。火力が上がればひるみが増えて、チャンスが増える。タイムが減れば、それだけ被弾リスクが減る。つまり火力のない武器種はその逆です。特に 4G において非力は罪と言えます。マルチでは特に火力至上主義でしたけど、これって守りの意味でも重要だったんですね。難度が高い周回はな、どうしてもこうなる。おっと、ここで移動か。これワンチャン休眠あるぞ。寝てたら激アツなんですが、もう精神も限界ですよ。おいおいマジで寝てるじゃん。なんだよ、討伐間近だったのか。いや、オツかなりもったいないですね。戻るだけで2分近くロスしてました。ホームランで叩き起こしましょう。自分で寝てくれるのは大歓迎。結局通して寝かせたのは3回か。こりゃ特殊攻撃術はやりすぎだったかも。タイムは22分26秒だった。多分スラークでやったのと同じくらいだ。これ、15分割クリア普通にいけそうですね。オツなくしてもうちょい殴れてれば。失敗はあったけど意外にうまくいきました。満足度は高い狩猟になってよかったです。何より寝るシュトロレイドが普通に使える。TA で担がれるだけあるわ。睡眠と極限が重なれば解除も早められる。最終環境ならではの強武器だったね。武器とお守りは何もなかったですがまあいいでしょう。ハンマー使いとして一歩前進。というわけでハンマーラーソロでございました。いやー、大変でしたね。テイク1はクリアに27分かかったからね。スキル組を変えて正解だった。みんなもたまに寝る人で遊んでみてはどうだろう。この苦労が癖になるかもしれんぜ。ハンマーだけ持ってんのも辛いですけど、たまにならいいかもしれませんね。ほいじゃ、次の動画で。またね。